ハロー、こんにちは。大家好、なるです。今日はオンライン日本語教師をしている私が気づいた日本語力が比較的すぐ伸びる学生さんの特徴、話す力がどんどん伸びている学生さんの特徴を皆さんにシェアしたいと思います。はい、私はオンラインの日本語教師として今4年目になります。今まで教えたレッスンの数はもうそろそろ9000を超えそうです。いつも私を選んで日本語を勉強してくださっている学生の皆さん、本当にありがとうございます。オンラインで教えているので学生さんの数が結構変動するんですよ。ちょくちょく新しい学生さんが入ったり、前の学生さんが仕事で忙しくて目標が達成してしまって辞めたりしているので、確かな学生さんの人数は把握していないんですが、今多分30人ぐらいはいるんじゃないかなと思います。これだけ授業をしていると、なんとなく学生さんの特徴だとか、この人は伸びているけどこの人はなかなか伸びないだとか、いろいろね気づいてくるんですよ。日本語教師をしていて気づいたところもたくさんあるんですが、私自身も中国語、英語を勉強していてちょっと話せるので、私の言語学習者としての経験も含めて今回話したいと思います。言語力が伸びる人の特徴。最初に言いたいのは素直な人です。こういう人は本当に上達が早いなと感じます。私が中国語を勉強していた時に意識していたのは、私は赤ちゃん、私は子供と思い込むことでした。急に何を言ってるんだこの人と思うかもしれないんですが、これ本当に効果があったので、皆さんぜひ意識してみてほしいです。赤ちゃん、子供って素直でしょ？親とか周りの大人がやっていることをそのまま素直に受け取って吸収して真似をするでしょ？本当に言語力を伸ばす上でもこれが大事だと私は思います。日本語、中国語、英語では口や舌の動き、使う筋肉も違うし、聞き慣れている音も違いますよね。それに表現の仕方、考え方の違いももちろんあるので、そこを赤ちゃんと同じようにゼロから鍛えないといけないと思うんですよ。私は中国語を勉強している時にそれを意識していました。今の私の中国語の能力は3歳ぐらいかな、5歳ぐらいかなと思いながらね、ちょっとずつ鍛えていました。今私の脳の中には日本語を話す私と中国語を話す私、2人がいるんですよ。中国語を話す私は多分中学生ぐらいだと思いたいはい、本当にね、この2人考え方、表現の仕方が全然違うんですよ。中国語を話す私は多分結構ストレート、これがいい、これが好き、これ嫌い、これ食べないとかはっきり言う私。でも日本語の私はそれはちょっといいかな、それはあんまり好きじゃないかな、ちょっとねやっぱり曖昧な私が存在しています。この中国語の私はさっきも言った通り0歳から赤ちゃんから育てました。本当にこれを意識してから中国語話す力がどんどん伸びたなぁと実感しています。学生さんの中でも授業中に私が直した日本語、教えた日本語を繰り返し言ったり、私が使った日本語や他の場面で聞いた日本語を積極的に使おうとしている学生さんは本当に伸びるのが早いと思います。例えば授業で学生さんが間違ってうちに犬がありますと言ってしまうことがあります。このありますの使い方間違っていますよね。だから私がうちに犬がいますかと言い直すんです。そこで繰り返しそうです、うちに犬がいますと繰り返し言える人は日本語力が本当にどんどん伸びていると思います。ここではいとだけ返す学生さんがいるんですが、それはすごくもったいない。
さっきも言いましたが、言語によって口の動き、使う筋肉が全然違うので、繰り返し練習して口で覚えていかないと話す力はつかないと思うんですよ。赤ちゃんも最初は口の筋肉があまりないので、あーあーとしか言えませんよね。でもそれがどんどん筋肉が発達していって話せるようになるでしょう。そう、赤ちゃんも 1,2 年かけて大人の真似をしてどんどん話せるようになっていきますね。私、言語学習でも本当にこれは同じなんじゃないかなと思います。単語、文法、発音、すべてネイティブの真似をする。素直に受け取って吸収して真似をする。アウトプットをする。これ結構伸びると思います。この意識をするかしないかで本当に違うと思います。私も中国語を勉強していた時、この場面でこの単語を使うのね。この発音はこういう口の動きなんだ。と考えながらネイティブの人とよく会話をしていました。本当に真似をする姿勢、大事だと思います。ぜひ意識してやってみてください。次。間違いを怖がらない人。こういう人がやっぱり一番伸びるかなと思います。私も最初は間違えるのが怖くて、相手にうまく伝わらなかったらどうしようとか、相手に何か誤解させてしまったらどうしようとか思ってなかなか言えないこともあったんですが、もうその怖いとか恥ずかしいとかそういう感覚を捨ててからは話す力がどんどんついてきたなと自分でも実感しています。さっきも言いましたが、私はもう中国語、英語に関してはもう赤ちゃんだ、子供だという意識をしていたので、赤ちゃんが言い間違えても子供が言い間違えてもまあ可愛いでしょ。子供だし間違えるのは当たり前なので、そういう意識を常にするようにしていました。間違えたとしても多分ネイティブの人たちは私たちがねネイティブじゃないということを理解しているので、優しい目で見てくれると思うんですよ。だから間違いは怖がらないでください。特に授業ではそうですね。授業ではその言語を使う練習をする場所、正しい使い方を教えてもらう場所だと思っているので、もうどんどん間違えてください。もう間違えてもいいんですよ。間違えるのが当たり前だと思っているから。間違っていたらもちろん教えるので、それをさっき言ったみたいに素直に受け取って真似をする。もうこの繰り返しだと思います。特に私の授業では私が中国語少しわかるので、ちょっと中国語を交えて言ったとしても私はね理解してそれを日本語でまた教えることもできるので、とにかく間違いを怖がらずに使ってみてください。あと言いたいことがあって、もうせっかく日本語を勉強しているのに私に全部中国語で話しかけてくる人とか、全部中国語でメッセージを送ってくる人とかがいるんですが、それはねやっぱりすごくもったいない。間違えるのが怖いからなのか、伝わり方が違っていたらどうしようと思っているのかわからないんですけど、せっかく日本語を使う機会があるのにそれを利用しないで中国語で私にメッセージをしてくる皆さん、ちょっと意識を変えた方がいいですよ。もし日本語を上達させたいなら、日本語を使える機会がある場面を逃してはいけません。私は最近中国語をすごく喋りたいので、もう機会があったらもう全て中国語で話します。今スペインにいるんですけど、やっぱりね中国人の店員さんとかスタッフの方が多いんですよ。レストランの店員さんですね。この方中国の方かなと思ったら中国語で話しかけたり、台湾人の友達を見つけて中国語でテキストしたり、私はねもうできるだけ中国語使える場面があれば使おうと思っています。もう間違えても大丈夫、みんな優しいから。日本語の授業では間違えてもいい場所なので、間違いを怖がらず練習してください。私の学生さんの中でも初級だけどメッセージは頑張って日本語で打ってくれる方とか、
前勉強した文法を復習して、ちょっと間違えてでも私に何かを伝えようとしてくれる学生さんが、結構いるんですよ。その方たちはね、本当に日本語能力上がっていると思います。次、質問ができる人。こういう人も日本語の力がどんどんついているなと感じます。例えば A と B の違いは何ですかとか、この使い方、この言い方は合っていますかと質問、確認できる人のことですね。質問があるイコールその言語をちゃんと勉強している証拠だと私は思っているので、私は質問大歓迎です。初めてされる質問だとすごくワクワクします。私も学生さんと一緒に考えたり、私の中で確かに今まで日本語ネイティブの私は考えたことがない質問だけど、それって何が違うんだろうとか、素直にそのまま受け取るのも大事なんですが、自分の中でちょっと解釈、ちょっと考えてまた質問をして理解を深める、こういう過程も大事だと思います。最近はネットやサイトにも文法の情報とか単語とかいろいろ載っていますね。でも本当かどうかわからない時があるでしょう。その時は本当に実際の日本人に聞いてみてほしいです。私の授業を受けている人はね、ぜひ私に直接聞いてみてください。こういうね、質問確認ができる人は伸びると思います。次の特徴、話したいことがある人。こういう人はね、本当に伸びます。ちょっと別の言い方にすると、おしゃべりな人、話すのが好きな人ですね。私の学生さんの中でも授業の前に事前に日本語で私にシェアしたいこと、私に話したいことを考えてきてくれる人が何人かいるんですよ。その人たちの日本語はね、本当に伸びる、すごく嬉しい。ただ日本語が上手になりたいだけじゃちょっと足りないんですよ。日本語で何を話したいのか、日本人とどんな話をしたいのか、これも結構大事になってくると思います。学生さんの中にはやっぱりね、それぞれいろんな性格があるので受け身の人も多いんですよ。例えば私がお酒を飲みますかと聞いた時に、はい飲みます、それだけで会話を止めてしまったらつまらないというか、その先が何も続かない。例えばお酒を飲みますかと聞いて、はい飲みます、これが好きです、毎日飲みます、そういうね、プラスアルファで何かを返してきてくれる人、そういう人の日本語はね、本当にどんどん伸びています。私は教師なのでいろんな話題を振ったりするし、質問をしたりしますが、多分ね、普通の日本人はこんなに質問したり話題を振ったりしません。だからずっと受け身の態度だと、いざ日本人と話すとなった時に多分言葉が出てこないと思うんですよ。ぜひね、日本語で何を話したいか、何をシェアしたいか、これも意識しながら言語の勉強をするといいと思います。私の授業では私を本当に友達だと思っていいので、今日面白いことがありましたとか、今日悲しいことがありましたとか、日本語で話してみるという練習もぜひしてほしいです。私も中国語を勉強している時、この話したい、この話に混ざりたいとか、すごく葛藤をしていたので、その葛藤が私の中国語の力を強めてくれたなと感じています。私は基本どんな話題でも何でも話せる対応をしているつもりなので、ぜひ私に話したいことを日本語で考えてシェアしてくれるとすごく嬉しいです。最後、自分の日本語を振り返ることができる人。これは特に中級上級の人に向けてなんですが、中級上級の人だともうある程度日本語ができると思うので、コミュニケーションでは問題がないと思うんですよ。日本人も聞いてわかる、そのレベル。このレベルになるとやっぱり上達するのがね、ちょっと難しくなってくると思うんですよ。だってみんな日本人聞いてわかるから、このままの日本語でいいや
このままの日本語の力でも全然問題ないと思ってしまう方が多いと思うんですよ。それでも日本語の力をもっと伸ばしたい人、日本人っぽい表現をしたい人は自分の日本語を振り返る習慣をつけてください。私の学生さんの中でも中級上級の方でコミュニケーションはまあまあ問題ない、私が推測すれば相手が何を言っているか分かるレベルの方ね、結構多いんですが、やっぱりその人たちはねちょっと癖があるんですよ。例えば助詞の使い方がちょっと間違っていたりとか曖昧だったりとか、中国語の単語文法をそのまま日本語に持ってきて使ってしまったりだとか、例えば明日宿題を出す必要があります。この必要がありますすごく中国語っぽい。日本人でもまあ聞いてわかりますが、日本人だったら明日宿題を出さないといけないとか、明日宿題を出さなきゃいけないとか別の表現をするんですね。これをね授業中にもう少し日本語っぽい表現だとこうですよって直すんですが、中級上級の人はねちょっとなかなか直すのが難しいんですよ。私の学生さんの中でもこの癖が直ればもう少し日本語っぽい表現なのに、この表現の仕方を少し変えたら日本人っぽい表現なのにと、私の中でもね結構葛藤することが多いので、日本語学習者の皆さん、学生の皆さん、自分の日本語を振り返って直す意識をぜひ持ってみてください。はい、ここまでの話を聞いて皆さんどう思ったでしょうか。ちょっと意識を変えるだけで言語能力はもうぐっと上がると思います。言語学習をしていると嫌になったり諦めたくなったりするかもしれませんが、本当に話せるようになるといろんな人種の人といろんな会話ができるのが本当に楽しいので、皆さんぜひ諦めずに今回の私の話もぜひ参考にしながら言語学習を楽しんでくれると嬉しいです。最初にも言いましたが、私はオンラインで日本語教師をしています。授業は間違えてもいい場所、練習する場所なので、ぜひ皆さん私を利用して日本語ねぜひ一緒に頑張りましょう。今日の動画が役に立ったよと思った人はグッドボタンをお願いします。チャンネル登録も待ってます。最後まで見てくれてありがとうございます。それではまた次の動画で。じゃあねー。アメージングトーカーというオンラインサイトで日本語を教えています。私と一緒に日本語を勉強したい人はぜひ概要欄のリンクからチェックしてください。